妊娠が判明してからも私は仕事を続けていた。ところが、超大物クライアントを獲得する直前に、上司のアシスタント、ティファニーが私を解雇しようとした。彼女の理由はこうだ。吐きすぎだし、トイレに行く回数が多すぎる。私は怒り心頭で、上司アルドリッチのオフィスに足を踏み入れた夫のオフィスだ。彼は私に解雇通知書を手渡し、言った。会社規定では、1日のトイレ休憩は5回まで。お前は10回言った。ティファニーが解雇する権利は十分にある。それにお前は妊娠中だ家で静養しろ。私は目を伏せた。ソファの下からレースのティーバッグの端が覗いていた。浮気をしていたんだ。私は何も言わなかった。解雇通知書で彼の顔をひっぱたいた。ビルを出た瞬間、私は最大の競合他社に電話をかけた。社員のトイレ回数を制限してますか？もししてないなら、明日クライアントを連れて行きますよ。セレナ、冗談だろう？電話の向こうのダニエルの声には驚きがにじんでいた。冗談じゃない私は冷静に言った。了解してもらえれば、私が確保したエバーグリーンホールディングスとの案件を明日すぐにそちらへ持って行って契約します。それが済めばあなたの会社がノースウッドでトップになれます。ダニエルは躊躇した。アルドリッチと何かあったのか？彼に当てつけるための電話か？業界では誰もが知っているよ。君が実力者でアルドリッチの会社の主要案件を全部支えてきたって。君は両親のマンションを売って彼の起業資金にしたし、ここ数年、会社の契約は全部君一人で取ってきた。今回のエバーグリーンホールディングスの超大案件だって、君はつわりで倒れそうになりながら頑張った。社員が救急車を呼ぼうとしたのに、契約が遅れるのが心配でがんなに。私は一瞬固まった。最近の出来事を彼が知っていることに驚いた。彼の話を聞きながら、私はただ苦笑いを浮かべるしかなかった。そうだ、業界では誰もが、私がどれだけアルドリッチを大切にしてきたか知っていた。かつて私は信じていた。二人で並んで、最後まで帝国を築き上げると。だが今日、私はその美しい夢から叩き起こされるほどの一撃を受けたのだ。アルドリッチと私はゼロから始めた。所持勤務士の学生二人、この大都市で自分の居場所を切り開こうと決意して、すべてを一から築き上げ、必死に努力して、ようやく自分の会社を持てるまでになった。半年前、私が妊娠を告げたとき、彼の手は興奮で震えていた。でも結婚の話を切り出すと、彼は長い間沈黙し、ようやく口を開いた。セレナ、エバーグリーンホールディングスを獲得できたら、うちの会社は業界一だ。この街で大成するという夢が、ようやく叶うんだ。最高の時、最も輝いている時に、ウェディングドレスを着て教会を歩きたいと思わないか？エバーグリーンの契約が終わってから結婚しよう。いいだろ？私は同意した。昨日、エバーグリーンホールディングスが提携を確認し、契約日が決まった。私は感動のあまり、オフィス前の路上で崩れ落ち、病院に運ばれた。目が覚めると、私は急いで会社に戻り、最終契約の準備をした。だが中に入れなかった。顔認証が失敗した。私はブラックリストに登録されていたのだ。知り合いのインターンに中に入れてもらい、私のオフィス用品がゴミ箱に捨てられているのを見つけた。アルドリッチと私の写真には足跡がつき、私の笑顔に黒マジックで落書きがしてあった。そして私の個人デスクに座っていたのは、新任の秘書ティファニーだった。真っ赤な爪でスマホをスクロールしながら、彼女は私のミコゼ分のトイレ休憩監視カメラ映像を引っ張り出した。新しい会社規定、勤務時間中のトイレ休憩は5回まで、1回5分以内。
あなたは一日に10数回も行く。仕事してるのか、サボってるのかわからないわ。みんながあなたみたいにしたら、会社はどうやって運営するの？私は呆然とした。いつから会社にそんな規則ができたんだ？私はアルドリッチのオフィスに行き、事の次第を話した。彼はただ淡々と言った。ティファニーは大会社からヘッドハンティングしてきたんだ。彼女が導入する規則は大会社の経験に基づいている。我々は当然従わなきゃいけない。私は怒りを抑え、トイレが頻繁なのは妊娠と仕事のストレスのせいだと説明しようとした。彼は手を振り、取り合わなかった。それはただのあなたの虚弱体質だ。言い訳に使うな。今日はつわりのせいで特別に見逃してやる。だが今後、もし誰かがトイレでサボって、その後下痢で気分が悪いって言い出したら、俺は見て見ぬふりをしろってのか？どうやって管理しろって言うんだ？私は怒りで顔がほてり、目が熱くなった。彼の目には、私の妊娠つわりも、ただの腹下しと変わらないのだ。私がまだ何か言おうとしたとき、ティファニーがスマホを持って入ってきた。セレナ、会社規定では妊娠した社員は解雇することになっています。アルドリッチさんに敬意を表して、私はあなたを解雇しなかっただけですよ。でもあなたは規定違反を繰り返しました。私が何も行動を起こさなければ、他の社員は私を見下すでしょう。どうやってチームをまとめろって言うんですか？それに、あなたの年齢で妊娠するなら、家で休んだ方がいいんじゃないですか？いつもトイレに駆け込んでばかりじゃ、効率が悪いだけでなく、会社の評判も落としますよ。私は彼女を睨みつけ、声を冷たくした。私の妊娠、それにトイレが頻繁なことも、会社のためにエバーグリーンホールディングスの案件を獲得するのを妨げはしませんでした。私はここでは副社長でもあります。この規則は私の承認を得ていません。だから実施されるべきではなかったはずです。彼女の目に涙が浮かんだ。アルドリッチは机をバンと叩いた。もういい。彼は私の驚きと涙の目を見て、眉を潜め、苛立たしげに言った。規則を決めたのは俺だ。文句があるなら俺に言え。お前はもうクビだ。彼女に威張るな。それに案件の話はするな。ティファニーから聞いたぞ。お前は仕事をサボってばかりで、いつもトイレに行ってるって。他のチームメンバーが全部やったんだ。妊娠して仕事するのがストレスで、いつもトイレに行かなきゃいけないんなら、ティファニーがクビにして家で休ませてやるのは親切じゃないか？感謝もせずに直属の上司の目の前で彼女をいじめるつもりか？彼は眉を潜めた。ティファニーに謝れ、今すぐ。謝る？私は大学の恋人からビジネスパートナーまで10年間愛してきた男をじっと見つめた。かつて女性上司を軽視する主要社員が私に口答えしたことがあった。アルドリッチはその社員が握る重要な技術について一瞬たりとも考えず、荷物をまとめて即座に出ていくように命じた。彼は私の手を握り、会社全員の前で毅然と言った。セレナは俺の妻であり、美事多元化におけるパートナーだ。彼女を軽んじることは、俺を軽んじることだ。さらに、我が社には女性を軽視する社員の居場所はない。その言葉はネットで拡散され、私たちは数えきれないほどの称賛を浴び、その年にはベストエンタープライズにも選ばれた。ほんの1年後、彼はどこから連れてきたかもわからない新しいアシスタントに、私への無礼と妊婦差別を許容していた。私は深く息を吸い、話そうとしたとき、視界の端にソファのクッションの下に隠された下着がちらりと見えた。小さな雪の結晶が刺繍されていた。私のものではない。腹立たしさと吐き気が入り混じっていがムカムカした。足元がふらつき、顔を上げると、
ティファニーが私を見つめていた。彼女の目には反抗的な光が宿っていた。彼女のものだ。喉に詰まっていた言葉は突然すべての意味を失った。私はポケットから ID バッジを取り出し、ソファに投げつけた。私をクビにしたい？いいだろう。でも規則に従えば退職金はもらう。今夜中にお金が振り込まれないなら、君たちの規則を仲裁にかけることをためらわない。そうなったら、恥をかいて罰金を払うのは私じゃないからな。それに、このプロジェクトを獲得したのは私だ。私をクビにするなら、エバーグリーンホールディングスとの契約は諦めろ。彼らの顔色が青ざめ、また赤くなり、白くなるのを眺めながら、私は冷笑してオフィスを後にした。最初にしたことは、ダニエルに電話することだった。私を裏切るのに忙しい奴らに、私が必死に働いて獲得したプロジェクトの利益をやるわけにはいかない。ダニエルの声が聞こえてきた。君がアルドリッチに当てつけるためにこれをしてるのかどうかはともかく、俺は本気だ。もし君が来るなら、副社長のポストは君のものだ。それに、後で赤ちゃんのことで困ったら、俺が手助けできることもある。その必要はありません。私は微笑んで言った。だがなぜか、電話の向こうの彼の声は低くなり、少しがっかりしたような響きだった。わかった。じゃあ明日、契約式で会おう。電話を切り、家に荷造りをしに行った。結婚していなくてよかった。そうでなければ、離婚の手続きも考えなきゃいけないところだ。でも赤ちゃんは、私はお腹に手を当てた。数秒後、私の目は固くなった。アルドリッチみたいな父親がいるなら、この子は私一人で育てた方がいい。家に早く着き、荷造りを始めた。書斎の隅に張り紙がしてある収納ボックスがあった。アルドリッチのお宝、触るな。これは彼が私からの贈り物を全部しまっておく箱だった。私の使い古した水筒やヘアゴムまで集めていた。彼は以前、こう言っていたものだ。これらは全部、いずれ大切な息子に見せるんだ。私たちの愛の証だって話してな。私は彼とのすべての縁を断つつもりだったが、その箱を見ると、心がまだ痛んだ。開けてみた。開けた瞬間、私は固まった。中身は私の古いものではなく、おもちゃと潤滑剤の山だった。頭の中でブーンという音がして、思考が麻痺した。パソコンには、アルドリッチのスナップチャットが開いたままになっていて、ティファニーとのメッセージが次々と表示されていた。君を守るのは当然のことだ。ここ数ヶ月、君がストレス解消を手伝ってくれなかったら爆発してたところだよ。今夜は契約成立のお祝いにバニーガールの衣装を着てくれないか？視界が霞んだが、吐き気をこらえ、すべてのチャット履歴と動画をスマホに保存した。まだ腹立たしくて、桃の入った袋をつかみ、それらの不快なアイテムに何度もこすりつけた。遊びたい？いいさ、存分に遊べ。荷物をまとめ、出ようとしたとき、突然ドアが開いた。アルドリッチが入ってきて、私とスーツケースを見て一瞬止まり、それから笑った。どうした？ちょっと言っただけじゃないか。怒って家出する理由になるか？俺はただプロフェッショナルであろうとしてるんだ、わかるか？お前は俺の妻だから、他の奴らに規則を守らせるためには、お前にはもっと厳しくしなきゃいけない。さあ、ふざけるのはやめろ。お前の好きなステーキを買ってきた。今夜は明日の契約を祝おう。私が話そうとしたとき、ティファニーが彼の後ろから入ってきた。アルドリッチ、ミディアムウェルは嫌いなの、ミディアムレアにして。ああ、ティファニーは柔らかいのが好きだからな。ちゃんと焼いてくれよ。ティファニーは忙しくて一日中何も食べてないんだ。
お前みたいに早く家に帰れたわけじゃないからな。彼は魚のパックを私の手に押し付け、私をキッチンに押しやろうとした。私の顔は冷たくなり、魚を投げ返した。料理しない。彼の顔色はすぐに曇り、私の腕を掴んだ。どうしたんだ？妊娠してバカになったのか？こんなこともできなくなったのか？今日オフィスでティファニーに恥をかかせただろう？特別に彼女を招待して、君が直接料理して謝罪するようにしたんだ。それなのにまだわがまま言うのか？アルドリッチ、大丈夫よ。セレナはあなたの赤ちゃんを妊娠してるんだから、機嫌が悪いのも当然だわ。我慢できるから。ティファニーが割って入った。妊娠してるからって、こんなことしていいのか？アルドリッチは彼女の言葉でますます怒った。彼は私をキッチンに引きずり込み、中に押し込んで鍵をかけた。夕飯を作るまで出てくるな。私はよろめいて転んだ。鋭い、ねじれるような痛みがお腹を走り、冷や汗が一気に吹き出した。ドアを叩きながら泣き叫んだ。アルドリッチ。出して。お腹がすごく痛い転んだ病院に連れて行って。アルドリッチ、セレナは私がここで食事するのに腹を立てて、赤ちゃんを盾にしてあなたを操ろうとしてるだけだと思うわ。私、帰った方がいいかも？外の足音が止まり、それから彼の冷たい声がドア越しに聞こえてきた。ただ夕飯を作れって言っただけだろ？それぐらいで子供の安全を盾にするなんて、お前とおかしいんじゃないか。胸の痛みか腹痛かわからなかったが、私は叩き続け、懇願した。作りたきゃ作れ、作りたくなきゃ作るな。さあ、ティファニー、あのミシュランの店に行こう。わあ、アルドリッチ、優しい。私は痛すぎて話せなかった。嘘じゃない本当すごく痛い。私に返ってきた答えは、玄関ドアがバタンと閉まる音だけだった。視界が暗くなり、私は気を失った。目が覚めると、私は病院のベッドの上にいた。そして私を見守っていたのはダニエルだった。彼は私の目が開くのを見て、明らかにほっとした様子を見せた。何度も電話したけど出なかった。死ぬかと思った。君とアルドリッチが大喧嘩して、彼が君に危害を加えたかもしれないと思って、急いで駆けつけたんだ。それでキッチンで倒れてる君を発見した。医者によると、ただ転んでお腹を打っただけで、赤ちゃんは無事だって。私は苦笑いした。私の怪我と失神は、実質的にアルドリッチに傷つけられたのと同じだった。感謝の言葉を述べると、スマホを手に取り、エバーグリーンホールディングスの担当者に連絡しようとした。アルドリッチの会社を辞めてダニエルの会社に移ったことを伝えるつもりだった。だが私のスマホ画面はティファニーからのメッセージと動画で埋め尽くされていた。ビッチ、アルドリッチの子を妊娠したところで何だって言うの？結局蚊に帰らされて主婦になるんでしょ？あなたの机も仕事も私のものよ。アルドリッチはあなたにうんざりしてるって。いつも仕事ばかりでちっとも面白くない。それに妊娠中は臭いんだって。私みたいな若い子の方が好きなの。もしかしたらもうすぐ仕事の副社長だけじゃなくなるかもね。あ、そうそう。アルドリッチが言ってたよ。あなたが主婦になったんだから、どうやってエバーグリープロジェクトのリーダーを務めるつもり？明日の契約式には来ないで。私が代わりに行くから。あなたの気持ち悪い顔と吐く姿を見せなくて済むから。私は彼女の挑発と動画を無表情で見つめた。私がまだ反応する前にダニエルが爆発した。なんてことだ。よくも君にそんな口の利き方ができるな。君、まだ怒ってないの？それほどアルドリッチを愛してるのか？こんな下品な女に好き放題されるのをただ許すほどに？
ダニエルの目は赤かった。セレナ、もし俺みたいに君みたいに素晴らしい妻がいたら毎日大切にするよ。絶対に君を苦しめたりしない。私は冷静にティファニーに返信した。ゴミ男はあなたにあげる。でも私のプロジェクトは諦めてね。私はダニエルを見上げ、当惑して尋ねた。今、なんて言ったの？彼は歯を食いしばった。別に。ただ、俺が君の上司だって言っただけだ。奴らが君のプロジェクトを盗もうとしたら、代償を払わせるって。私はうなずいた。わかった。医師は流産を防ぐため、厳重な安静を進めた。私はすぐにダニエルに巫女背の休暇を申請し、契約式の後は家で静養するつもりだった。産婦人科を出ようとしたとき、男性と女性にぶつかった。二人とも赤い発疹に覆われ、絶えず体をかきむしっていた。アルドリッチは私を見ると、顔色が一瞬で青ざめ、急いで詰め寄った。セレナ、俺の書斎の何かをいじったんだろう？何を仕込んだんだ？医者によると、アレルゲンが見つからない限り、ずっとこんなにかゆみが続くって。私はすぐに理解した。彼らは桃の毛のついた服を使ったに違いない。私は淡々と言った。何を仕込んだって？説明してくれないと、触ったかどうか思い出せないよ。彼は顔をあからめたが、はっきり説明することはできなかった。私は冷笑し、昨日彼のスナップチャットから保存した動画とティファニーから送られてきた動画を取り出し、すべてをさらけ出した。ああ、このバニーガールの衣装のこと？昨日桃を食べてて、服にうっかり毛を落としちゃったみたい。お前。彼の顔は溶け式になり、舌打ちした。頭がおかしい。俺のパソコンを覗き見しやがって。それに誰かに頼んで俺たちのビデオを撮影させるなんて。何が目的だ？彼は私を指さして叫んだ。お前が俺たちにこんなことをしたんだ。許さないぞ。今すぐ俺とティファニーにひざまずいて謝れ。それにエバーグリーンのプロジェクトを彼女に譲れ。さもないと結婚はなしだ。失業したシングルマザーになる覚悟をしろ。